こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、このゲーム再開は密かに楽しみにしていました。あれ？壮大に始まらないわね。おおやっと。実は前回、湧きつぶし問題に煮詰まっていた時に、ちょうど太陽が真上に見えて、もういいやとゲーム中断していたんです。ただその時少し躊躇したせいで、早くも太陽がピラミッドに沈みかけてしまってます。このピラミッドは日時計だったのね。それにしても、未だにこれは見飽きません。もうそれなりに長くマイクラしていますが、きちんと建築に挑んだのはこの企画が初めてで、最近やっと建築の楽しさの片鱗が味わえてきた感じです。もう少しかじれば冒涜的な何かを召喚できそうね。さて側面までも徐々にピラミッドに沈んできたところで前回は、連れてきた村人が2人とも脱走し、連れ戻しました。2人とも綺麗に脱獄されたものよね。まあでも実はこれ、表向きの話です。裏では村の湧きつぶしに、久々に研究熱がぐわっと来てしまって、ここ数日はプレイどころか動画制作にも手がつかないありさまでした。さてまずは、羊飼いの様子です。村の反対側にたどり着いていたのね。この時点でランダムで動き回っている可能性はもはや低いです。続いて農民の様子ですが、ちょっと検証に協力してもらいます。前回のプレイを思案してみたら、おそらく村人がトロッコで逃げた時、直ちに追いかけない方が良かったんです。わざと逃がすの？私の考えが正しければ、多分秒が距離圏外に出たところで止まってくれると思うんです。というのは、前回2人の村人を連れ帰った時、後続の村人とトロッコの挙動が違っていたからです。1度目はここで止まらずレールを逆走、2度目はここにトロッコが止まっていたんですよね。さて、井戸に落ちそうになりながら、少々時間を潰します。よく見るとイカが1匹ではないわね。近年稀に見る人口密度です。で、先ほどの話の続きですが、後続トロッコの挙動が違った原因は、秒が距離圏外に出た時に、ちょうど洞窟の坂の上で時間停止していたのではないか、と思うんです。それで1度目は逆走したということね。一応1度目と2度目で、トロッコの進入速度が違ってた可能性も考えたのですが、駅付近はパワードレールを詰めて設置しているんです。つまり進入速度は同じだったはずってことね。まあそういうわけで、私の考えが正しければ、ここらからちらほら村人が見えてもおかしくなく、おかしいな。おかしいですよね。まあおかしいのはテリーの考えだったというありがちパターンね。というわけで、モブを乗せたトロッコが秒が距離圏外に出ても、トロッコの運動エネルギーは維持されたまま、ということが分かりました。それは良かったわね。となるとなぜ、後続の村人トロッコの挙動が違ったのでしょうか。さて田舎暮らし拠点に来てみたら、村人が鎮座していました。足元のゾンビ声は相変わらずね。せっかくなのでアイテム持ち帰ります。水蓮の葉は海底神殿攻略で大量に使うのでちょうど良かったです。まあ今度来た時でも持ち帰れたけどね。さて連れて帰り際、何か言いたげに村人にチラ見されたんですけど、気のせいですよね。ため息ついていたら気のせいではないわよ。トロッコがうるさくて聞こえないです。そして、砂漠で車外一泊して距離を離されましたが、ようやく村人とのワンツーフィニッシュ達成です。うお？ちょっと待ってこういうことだったの？達成できなかったわね。真相は、実に単純な話でした。前回、先行してた村人トロッコは、前方の砂ブロックにベタ付けで止まっていたんです。つまり後続の村人トロッコは私に跳ね返された後に、こう押して停車場所を確保した、ということだったのだと思います。これにてようやく一件落着です。村人拉致監禁事件以外はね。で、前回の先行村人とほぼ同一条件で試したところ、あっさり村を認識した様子です。
ついで、村人を村から遠ざけようとしていったところ、村人は村の中心の方に歩いていきました。もうほぼ住み着いたと考えて良さそうね。一応ダメ押しで、夜に家路ダッシュするか確認はします。その空き時間に、洞窟の入り口まで伸ばしていたレールを、秘密通路ギリギリまで回収します。このレールは田舎暮らし拠点で再利用する予定です。それと、鶏をダメ元で助けようとしたら、助けることができてしまいました。意外と水の上を跳ねるのね。さてやっと日が暮れてきて、家路ダッシュの確認です。うお来た。今度こそ引っ越し完了で間違いないでしょう。で、なぜそこで止まるの？もういいや、これで引っ越し完了です。この瞬間から農民と羊飼いは取引相手となりました。ところで、ピコピコハンマー持ってない？ありません。そしてあくる日、せっかく助けた鶏がまた井戸に落ちていました。水鳥だから仕方がないわね。まあそれはともかく、もう一つの本題である問題、村の湧き潰しに着手します。さて湧き潰しですが、比重を置くべきポイントは3つあるように思います。松明の節約、規則的に並べるなら並べやすさ、そして作業の速さです。そしてその3つのポイントの比重によって、それぞれ良さげな湧き潰し方法があり、色々研究したという次第です。その中で、今回は作業の速さに比重を置く方法として考えたものを実践してみました。つまり松明節約や並べやすさはある程度度外視するのね。まあまずは松明の明るさが14で湧き潰されるのは8まで、などと考えているとややこしいので、松明から6マスまでと単純化して考えます。その上で、湧き潰し範囲のやや内側に円をイメージしておき、あとはなんとなく円が接する感じで松明を並べていく、という方法です。つまり各松明間の距離が、だいたい円の直径の長さになるわけね。この方法の利点は、松明間の距離が何ブロック離れているか数える必要がなく、松明までの直線距離だけを意識すればいい点です。まあ私がブロック数を数えるのが増えてなので、こんな方法を考えた次第です。なお遮蔽物があった時には、明るさの回り込みは考慮しません。考えるだけ面倒です。また、湧き潰し中に見つけたゾンビ肉は確実に拾っておきます。ちょっと待って、なんで村に落ちているのよ。これも考えるだけ面倒です。あとは段差がある時には段差数に応じて小さい円をイメージし、屋根や屋内などの狭いスペースを湧き潰す場合には、基本に忠実に6マス数える、という感じです。最後に、屋根が階段ブロックでできていたところは引っかかって悔しがっておき。まあ初めての実践で多少混乱しましたが、なんとなく村の湧き潰しが完了しました。それで、きちんと漏れなく湧き潰されているの？目視での距離を大きく見誤っていなければ、という感じです。さて取引材料を取りにピラミッド拠点に戻ってきたところ、この収録では 100% ラバたちが脱走しています。ピラミッド建築中は脱走頻度が低かったのに、どうも闇の村往復ではダメのようです。そろそろ小屋か柵で買わないと厳しいわね。余裕がある時に何か考えてみます。さて再び闇の村に移動し、早速取引を。まずはゾンビ肉からです。8スタックと少々ね。エメラルドの取引上限で何回か引っかかり、手にできたエメラルドは7個だけでした。続いて村に引っ越してきたばかりの農民との取引物は、小麦11スタックほどです。取引上限で引っかかったら、どうも見覚えのないものを初入手しました。忘れてるだけじゃないの？そして小麦取引では34個のエメラルドゲットです。さすがに多いわね。で、闇の村を離れ際に井戸を覗いてみたら、鶏が増殖していました。
これで繁殖させられるようになったわね。さて拠点に戻ってきて慌ただしいです。今回は田舎暮らしで牧場を改良するので、色々材料を持っていきますが、忘れ物がないか自信がありません。何かあったら後で取りに来ればいいやで出発して。そして田舎暮らし拠点では、プレイ時間が手頃になってきたので、とりあえず全部白に染め直すまでと考えていたら、途中で夜になってしまったので牧場で一寝入りし、かつてなく大変なことになりました。よく寝られたわね。というわけで今回はここまでです。ひとまずはエメラルド量産に精を出すわけね。まあ正直、うまく半自動化できるかさっぱりで、一から試すことになるかと思います。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。